皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、石破政権の外交ベタが日本経済に打撃を与えようとしていることについて取り上げます。通常、日本経済に打撃が与えられてしまうといった話に関しては、例えば経済政策が明らかに間違っていたであるとか、企業活動が阻害されてしまったとか、そういった話がメインになるわけですが、今回取り上げるのは、トランプ関税に対する対応が全くうまくできていないという問題です。トランプ大統領は世界各国に対してトランプ関税を課し、また特定の品目に対する特別加算税をつけることによってアメリカの国益を守るんだとしています。日本に対しては一律関税といったもののその上乗せとして鉄鋼や自動車についての関税を追加するとしています。ただし現在のところは交渉期間中だというようなことで一時停止状態にはあります。しかしその一時停止はいよいよ7月9日に期限が切れて追加関税が実施されてしまいます。石破政権では赤澤氏に対してこの外交交渉を任せるとしました。それによってこれまで何度も交渉の機会を設けてきました。今回の訪米で事態の進展を図ったのですが、うまくはいきませんでした。ラトニック商務長官とは対面で会った後電話会談も行うといった具合にして複数回の接触を行うことができました。ところがベッセント財務長官には日程調整を行ったとはしていますが、結局のところ一度も会うことができずに赤澤氏は帰国することとなっています。赤澤氏はまだまだ交渉の余地はあるとしていますが、このままでは凍結期間が切れてしまい、日本に対する大幅な関税強化がなされてしまいます。そしてこのタイミングでトランプ大統領は FOX ニュースのインタビューに対して関税の一時停止措置についてはもうこれ以上延長する必要はないというような話をし、以前発表した追加関税を課せばいいじゃないかというような話をしています。日本に対してはアメリカの車を受け取らないにもかかわらず、日本は一方的にアメリカに車を売りつけるみたいな話を以前からと同じようにして繰り返し発言しています。一方で事態解決のためにはアメリカには石油がたくさんあって日本はもっと買えるはずだという話をしています。日本にとって自動車産業は非常に重要な産業です。部品点数が非常に多いことから関わっている企業が多く、それに伴って抱えている労働者の数も非常に多いからです。日本で作って世界へと売り込むというこのビジネスモデル、昔に比べれば世界各国に現地工場を作って製造販売も行うことによって日本に対する依存度は下がっています。しかしそれでもなお日本の産業の中ではまだまだ重要です。例えば日本とアメリカとの貿易関係においてはアメリカの方が対日貿易赤字を抱えています。そのうち8割近くが自動車とその自動車部品関連で占めており、圧倒的な輸出力を持っているのです。ですから石破政権としては思い切ってトランプ大統領の要求のある程度受け入れることが私は重要だと思います。特にトランプ大統領がアメリカはオイルが余っているんだみたいな話を繰り返しするので、もういっそのことそれに乗っかってしまえばいいのにと私は思ってしまいます。石油や天然ガスに関してトランプ大統領は掘って掘りまくれというような発言を行い、実際にそれに伴って環境調査などに対する厳しい規制を少しでも和らげようとしています。アメリカ国内でのシェールオイルやシェールガスの開発に少しでも後押ししようとしているわけです。日本の場合だとエネルギー資源は世界各国から輸入しており、ほとんど国産のエネルギー資源がない状態です。その上、天然ガスについては少し分散はできていますが、石油に関しては圧倒的に中東依存が進んでおり、中東で何かが起こると日本の経済危機に発展してしまうことが毎回のように指摘されます。エネルギーの安全保障という意味においてもアメリカから石油を多く輸入するという政治決断は決して悪い選択肢ではないはずです。またトランプ大統領は結局のところ貿易赤字は全て悪だみたいな考え方をしていますから、それを少しでも和らげるためにも日本はアメリカから何か物を買うことを考えなければなりません。しかしいらないものを買う必要はありません。例えばアメリカの自動車は日本にとっては全く合いません。現在のアメリカの自動車産業は
ピックアップトラックのような非常に大きな値段が高くて、そして利益も大きく出るような車にかなり力を入れていて、日本国内で走らせるような小回りが効いて燃費が良くて、それでいて安さとしても十分なみたいな車は作ることができません。そもそもアメリカの車は日本車に比べると圧倒的に故障率が高く、工業製品としての寿命も短いものです。決して喜んで買うようなものではありません。趣味の製品として日本車にはないデザインや違う文化を楽しむといった意味では選択肢になるでしょう。逆に言えばその部分について全く興味がないのであれば、わざわざアメリカの自動車を日本人が買う理由というものはありません。その他、アメリカが強くて日本が購入してもいいものとして言えるのは、防衛産業の様々な兵器があります。ただ、今すぐアメリカから何か大量に軍事物資を買おうと思っても、あまりこれだというようなものはありません。例えば、ステルス戦闘機 F35 はもう十分な数の購入契約を進めていますし、長射程のミサイルなども三菱重工などが開発しているものがもう十分な射程距離を獲得するだろうと見られており、わざわざアメリカから大量に買うといったこともないでしょう。そうした国産ミサイルの開発と生産が十分な軌道に乗るまでの間のつなぎとしてトマホークミサイルを買うみたいな話は良いかもしれません。ただしこれについてもそれなりの数をすでに購入していることから、貿易赤字を大幅に削減するよといったような大規模なものとはちょっと考えられません。であるならば、日米の共同開発で何か無人の潜水艇や無人の大型偵察機など、日本がすごく苦手で、それでいてアメリカが以前から開発に取り組んでいるようなものにある程度話を持っていくなど、何か手を考えるべきでしょう。石破総理は自称軍事オタクといって、ある程度軍事方面には知識があるような話をしています。しかし現実の外交においては全くそれが生かされていないように私には見えます。日米の交渉だけではなく、例えばヨーロッパとの外交においても石破総理は全く外交音痴を見せています。例えばつい先日 NATO の首脳会談が行われ、その NATO 首脳会談では各国の防衛予算は2035年に GDP 比 5% を目指すとしてスペインを除いては合意がなされました。トランプ大統領もこの首脳会談には参加し、ヨーロッパ側の防衛力強化の取り組みを大いに評価しました。日本に対しては現在のところ GDP 比 3.5% を目指すようにという要求が伝えられており、これが正式な外交議題に上がるのを恐れて、防衛と外務の大臣級クラスの会合が一旦話が流れたとも言われています。そうした意味ではトランプ大統領から見れば日本は防衛力強化の取り組みから逃げているようにしか見えません。ちなみに岸田総理大臣はヨーロッパにも足を伸ばしましたし、ウクライナにも訪問しています。外交活動というのは残念ながら政治的な評価としてはあまり貢献してくれません。しかし何もしないか、もしくは有害な活動しかできないというのであれば、その場合についてはやはり政権に対する批判ポイントになると私は思います。少なくともトランプ関税に対する対応としては、トランプ大統領は貿易赤字を減らしたいという、はっきりとした要求は突きつけているわけで、アメリカからの購入を増やすことによって日本の利益になるものは何かないかと考えることは、もっと真剣に考えてほしいものです。トランプ大統領の言い出したトランプ関税は不当な根拠で、全くこれを認められないみたいな批判姿勢だけではトランプ大統領を動かすことは絶対できないでしょう。いかにしてトランプ大統領が求めている利益に対してある程度幻想でもいいから今よりもアメリカの利益が伸びますよみたいなことを言う、こうした外交テクニックといったものも使う必要があると私は思います。なお最後の最後に一応言っておきますが、トランプ関税の発動によって日本の自動車産業に対して 25% の追加関税が課せられたからといって日本の自動車産業が壊滅するわけではありません。このことは為替問題と合わせて考える必要があります。現在1ドル140円台から150円、このあたりで今のところは収まっています。この状態を一般的には円安だと言います。というのも以前は1ドル100円であったり1ドル110円といったところの為替レートといったものも
それなりにあったことから、それの時に比べれば、現在の円安状態というのは、輸出産業にとってはある程度プラスの状態になっているわけです。利益は大幅に削られるけれども、だからといって対応できないわけではないといった水準なわけです。結局のところ利益が減って売上台数も減少することは避けられないことから、それが日本における雇用問題の悪化へとつながるのであれば、もっと日本の政治外交は何とかできなかったのかと恨み節が出るのも私は避けられないのではないかと思っています。というわけで今回の動画はここまで。石破政権の外交的な活動が非常にうまくいっておらず、それが日本の経済に直接的な打撃を与えようとしています。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。